皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、お隣の国でノーベル賞に代わる賞を作ろうという方がいるので、それを紹介しようと思います。ノーベル賞の発表時期になると必ずお隣の国では、日本はこれまでたくさんのノーベル賞を取ってきたが、さあ私たちの国は今度は誰が取るかなという具合にして、リストを発表して、今かと待ち受けるわけですけれど、実際には誰も受賞せずに、また日本人が受賞したのかということで話題になるというのが毎年のように繰り返されています。そうした状況が続くのが嫌なのか、ついに自分たちでその賞を作ってしまえばいいじゃないかという動きが出てきました。今回はその報道について見ていきましょう。それでは記事をお聞きください。朝鮮日報より、毎年賞金75億ウォン、ノーベル賞を超える科学賞を作る。教育財団クワンジョン・イ・ジョンファン教育財団のイ・ジョンファン理事長が早ければ2022年から毎年5分野でそれぞれ15億ウォン、約1億4000万円ずつ、計75億ウォン、約7億円の賞金を与える仮称世界クワンジョン科学賞を制定することにしたと明らかにした。イ理事長は22日、本紙とのインタビューで、一生の最後の作品だという考えで、ノーベル賞を超える賞を作ることにしたと語った。イ理事長は2002年に私財3000億ウォン、現在のレートで約278億円を出して本格的な教育財団を設立、世界を驚かせた。三栄科学グループを経営してきたイ理事長は、天使のようにお金を稼ぐことはできなくても、天使のようにお金を使うとして社会還元を始めて以降、着実に支援金を増やしていき、今では資金だけで1兆ウォン約927億円を超えた。イ理事長は、早ければ2022年から生命科学賞、数理物理学賞、科学賞、応用工学賞、人文社会科学賞の5分野で毎年各受賞者に15億ウォン前後の賞金を授与すると語った。賞金額だけで見れば、6分野で各100万ドル約1億円、合計600万ドル約6億円のノーベル賞よりも規模が大きい。人間は誰でも死から免れることはできません。このイ会長も現在96歳ということで、どんなにお金をかけて長生きをしようと思ってもそこには当然のように限界があります。つまり築き上げた財産というものは死後の世界に持っていくことはできません。ですから生きているうちにこのお金をどのように使うのかというのが最後の考えどころなわけです。このイ会長はそのためにノーベル賞を超える賞を作るのだという意気込みを持ってこの新しい賞を作ることにしました。その志自体は私は素晴らしいことだと思っています。特にお金を死後に持っていけないというのは当たり前なのですから、生きている人たちのためにお金を残していこうというのは素晴らしいことです。ただしその志はおそらく非常に歪んだ形で終わるでしょう。例えば、この選考委員が一体誰が務めるのか、そしてその選考委員たちが一体誰に賞を与えるのかといったところが非常に大きな問題になります。例えば、ノーベル賞においては、欧米の人たちがたくさん賞を受賞しているという事実があります。これは推薦する人がそもそも欧米の人たちが中心になっているからで、そのために推薦する人、推薦される人というのが自然と欧米の人たちになり、そのためにノーベル賞を受賞する人たちは欧米の誰かということが非常に多いからです。それと同じようにしてお隣の国で作られたこのエセノーベル賞が選考委員が全員警国人であった場合は当然のようにして警国の人を選ぶでしょう。そうなれば自分たちによる自分たちのためのノーベル賞といったものになるでしょう。当然のようにそのような賞を世界的に評価されるということは絶対にありえません。似たような志を持って作られたと言われる賞に中国の孔子平和賞というものがあります。ノーベル賞の中にも平和賞がありますが、この中国の孔子平和賞は中国の観点から見てこれは素晴らしいという思う人に対して賞を与えているわけですが、それが世界的な何かニュースになるといったことはほとんどありません。賞を作ったからイコールそれで世界中にいきなりその賞が有名になるということはまずありえません。長年活動を続けていくというのもまず大事で、そこでどのような人が選ばれていくのか、どのような形で選ばれていくのかといったやり方、そしてその結果というものが
だんだんと積み重なれてきて、その結果として評価され、世界中で認知されるという段階を経ることになります。そういった意味において、このお隣で作られたエセノーベル賞についても同じようにして、本当にこの賞が永続的に続けられるのか、そしてどのような人をどのような形で選んでいくのか、そしてどのような人たちが選ばれていくのかといったことが何度となくチェックされていくことになります。そして賞金のことを考えると、これも少し微妙なものがあります。ノーベル賞がいわゆる約1億円程度というのに対して、このエセノーベル賞は1億4000万円程度を予定しているということですが、この微妙に少しだけ上乗せして、ノーベル賞よりもいい賞だよというのですから、これも微妙な差だと思います。それこそ後発の賞なのですから、ノーベル賞の2倍であるとか3倍であるとか、そういった賞金の額を用意するといったことは考えられなかったのでしょうか。ほんの少しだけ上乗せして、ほんの少しだけこっちの方が多いよというのでは、あまり目立つ賞金とは言えないでしょう。そういった意味において、このエセノーベル賞はまさに自分たちがノーベル賞を取れないというコンプレックスを解消するための、自分たちの自己満足のための賞にしか今のところは見えません。ただし私の感想は、あくまでもこの賞が実際に稼働する前の感想に過ぎません。実際に稼働した後のこのエセノーベル賞が国際的なメンバーを選考委員に選び、一切お隣の国の人は受賞できないような非常に公平な安定をするかもしれません。果たしてそのような公平な賞になり得ることができるのか、かなり疑問なわけですが、皆さんはどうお考えでしょうか。それではチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。